女性が憎い。もしあなたが心の奥底でそう思っている相手と一夜を過ごすことになったら、2024年9月19日、イタリア・ロンバルディア州ビアダーナ。深夜、とあるアパートのガレージから何かを殴りつけるような鈍い音が響いていました。そのガレージの中には拳を血まみれにした筋骨隆々な少年が。彼は17歳の高校生ディミテル。肩で息をする彼の目の前には全身傷だらけの中年女性が横たわっていました。ディミテルとは親子ほど年の離れている40代のその女性。一見接点がなさそうに見える2人の間に一体何があったのか。後にディミテルは言いました。女性を殺害したのは性行為を拒否されたからだと。42歳の女性から性行為を拒絶され、殺人を犯してしまう17歳の少年。少年はなぜそれほどまでに怒りを暴走させたのか。彼の中には長年の苦しみで蓄積された理不尽な恨みがあったんです。おさすけんちゃんです。みやみやみこんです。私まだ見てないんだけど、すっごく今見てみたい恋愛リアリティショーが。恋愛リアリティショーなんだと思う？あれじゃね、石丸真二が出てるやつ。あ、そう、正解。なんかもうさ、X 見てるとさ、タイムラインになんかもう、石丸さんの普段の真面目な感じの発言で、ちょっと東京都知事選に出てきた頃ぐらいから、石丸さんの発言がちょっとネタとして扱われてる、笑い物にされるような風潮があったじゃん。それを逆手に取ってるっていうか、もうそれがもう恋愛リアリティショーにバンと出てて、この女性たちは私にとって何なんですかねみたいな、なんかもう、まさに選挙の時に言ってたような論点ずらしてるから、もう何の話をしてるのよみたいな、パワハラ上司みたいなさ、もろに出てるから、めちゃくちゃ楽しめそうだな。でも石丸さんしか見る目的、今んとこないんだけど、みんなもね、ぜひ見てみて感想をね、後で言い合いたい。私はあなたも見てみて今度。見る。絶対見ない。今回はイタリアで起きた驚愕の事件をご紹介します。これはね、17歳の少年が42歳のね、女性に性的関係を迫り、拒絶されたがために殺害したという恐ろしい事件なんです。まずなんでそんな親子ぐらいさ、年の離れた女性と関係を持とうと迫ったのかね。そう、動機が気になるわね。少年は特にそういうね、性的思考を持っていたわけではなかったんですが、それでもあえて年の離れた女性を狙っていたと考えられるんです。事件の日、犯人を目撃していた被害者の姉は、最初から彼がどこか怪しいと感じていたんです。不自然なメッセージ。2024年9月19日の夜、イタリア・ロンバルディア州ビアダーナの街角に1台の車が停車していた。車内には2人の女性の姿が。そのうち黒いポロシャツを着た金髪の女性が車の外を注意深く眺めながら言った。来たわ、行ってくる。彼女は42歳のマリア・カンパイ。この日は仕事の面接のため約1時間の距離を姉のロクサーナに送ってもらい、ここビアダーナまで来ていた。そして車を降りたマリアは待ち合わせしていた男の方へ向かうが、ここで姉のロクサーナはかすかな違和感を覚えた。仕事の面接なのよね。マリアは20代後半と思わしきその男とその場で握手。そうかと思えば2人は手をつないで歩き出したのだ。仕事の面接に来た女性と手をつなぐことなどあるのか。ロクサーナは解せない気持ちのままマリアの面接が終わるのを待っていた。すると、彼ったら本当に素敵な人なの。明日の朝タクシーで送ってもらうから、お姉ちゃんはそのまま帰って。しばらくしてマリアから届いたメッセージに姉のロクサーナは納得した様子で頬を緩めた。なんだ、面接とか言って男と会うつもりだったの？マリアのメッセージを信じ、ロクサーナは一人で家路に着いた。ただ彼女にはまだ引っかかることが一つあった。でもマリアったらどうしたのかしら。こんなにたどたどしい文章を送ってきて。姉のロクサーナはイタリア人のマリアが打ったにしてはどこかぎこちないイタリア語のメッセージを不可解に思いながらも、その日は帰宅。すると翌朝になってもマリアは戻らず、電話をかけても通じなかったため急いで警察へ通報するのです。その日からロクサーナはマリアがいなくなったビアダーナの町に滞在し、必死に彼女の顔写真を印刷したビラを配って歩きました。一緒にいた男はどこか不審だった。ロクサーナはそのことに気づきながらもマリアを止めなかった自分を悔いていたのでしょう。いや、これ絶対に男がさ、マリアさんのスマホ使ってメッセージ送ってるわよね。これお察しの通りなんです。そして実は姉のロクサーナさんが男が逮捕されるきっかけを作ったんです。
です。マリアが行方不明になってから1週間後の9月26日の朝、姉のロクサーナはついに決定的な手がかりをつかみます。あいつだわ。変わらずビアダーナにとどまっていた彼女の視線の先では一人の男が薬局に入っていこうとしていました。20代後半くらいに見えるその男は間違いなくマリアがいなくなった日彼女と待ち合わせをしていた男でした。ロクサーナはすかさず男の写真を撮り警察へ通報。すぐに逮捕されたその男は17歳の少年だったのです。その少年はアルバニア移民のディミテル。ロクサーナが受け取ったマリアからのメッセージは彼が打ったもの。そもそもイタリア人ではないため文章がぎこちなかったのです。防犯カメラの映像やスマホの通信記録からもディミテルがマリアに何かをしたことは明白でした。最終的にディミテルは女性を殺害し隣の空き家に捨てたと自供。逮捕から数時間後、彼の自宅の隣の家の裏庭でマリアの遺体が発見されるのです。遺体は庭の植え込みの下に大量の落ち葉や枯れ枝をかぶせて隠されていました。死後1週間が経過していたため相当に腐敗が進んでいる状態。顎や鼻、胸骨、肋骨などを骨折しており激しい暴行を加えられたことが見て取れました。死因は首を絞められたことによる窒息死。マリアの爪の間には少年の皮膚組織が残っており必死に抵抗した様子が伺えたのです。気になるのは42歳のマリアがなぜ17歳の少年と夜中に会っていたのかということ。2人は一体どのような関係だったのでしょうか。なんで殺したのか気になるんだけど、そもそも42歳の女性が17歳の男の子とさ今日繋いで歩いてたわけでしょ、その姿が正直言ってちょっと異様な風景ではあるわよね。ほんとそう感じますよね。でも実は2人はお互いの需要に合っていたんです。苦肉の策。事件前日の2024年9月18日、マリアは神妙な面持ちでスマホを見つめていました。表示されているのはマッチングアプリのメッセージ画面。1回200ユーロでどう？少年ディミテルは当時のレートにして約3万円で性行為をさせてほしいとメッセージをしてきました。マリアは交渉に応じる返事をしますが、その表情はどこか憂鬱でした。マリアがマッチングアプリを使って性的サービスをしていたのは2年前に夫と離婚して以来経済的に困窮していたため、彼女は農作業や清掃員などの職を転々としていましたが、なかなか安定して働き続けることができなかったのです。加えてマリアには元夫と暮らす23歳と20歳の息子がおり、彼女は2人に仕送りをしたいと思っていました。その状況下で性的サービスをすることを選んだマリアは姉には仕事の面接に行くと嘘をつき少年ディミテルに会いに行ったのです。ちなみにマリアがディミテルを17歳だと把握していたかは不明。報道ではもっと年齢が上の男性だと思っていた可能性もあるとされています。なんか要は売春なんだろうけど、生活が苦しかったって事情を考えると何とも言えないわね。マリアはね相手が17歳だっていうことを知らなかった可能性もありますし、イタリアでは売春自体は違法ではないんです。ただ普通に考えてね、見知らぬ男とねいきなり2人になるっていうのはやっぱり危険なんだなっていうことをね、これ本当にこれ見てるね皆さんにもね今一度ね改めて意識していただきたいなと思います。マリアを誘った17歳の少年ディミテルはどのような少年だったのか。彼はビアダーナのアパートで両親と姉2人と暮らしていました。地元の工業高校で電気技師の教育を受けていた彼は真面目で礼儀正しい生徒と知られており、問題行動を起こすこともなかったといいます。同じアパートで暮らす住民もこのアパートであれほどいい子はいないと語るほど、最近は筋トレに熱中しジムに通ったり総合格闘技を習ったりもしていたというディミテル。こう見ると至って健全な少年に思えますが、実は彼が体を鍛えていたことにはただの趣味では片付けられない理由があります。マリアと会う直前、ディミテルはこんな言葉を検索していたんです。素手で人を殺す方法。そう、ディミテルは殺人のために体を鍛え格闘技を習っていました。彼は殺人のターゲットとしてマリアを誘ったと考えられるのです。みんな真面目ないい子だって思ってたんでしょ、なんでそんな急変して殺そうだなんていう感情になっちゃったのよ。真面目ないい子っていう周囲の印象は表向きそう見えていただけなんです。憎しみの元凶。ディミテルは学校や近隣住民からは真面目な少年として知られていましたが、それが表面上の姿でしかないことは彼の SNS を見れば明らかでした。
ディミテルの投稿で目を引くのは、2023年に元交際相手を殺害しイタリア全土に衝撃を走らせた殺人犯フィリッポ・トゥレッタを称賛するもの。トゥレッタの画像に英雄と書き込み投稿したディミテルは同時に次のような一文を添えていました。お前は変われない。いつまでも怪物のままだ。凶暴な戦士、英雄になった殺人者だ。プロフィール文にも僕はトゥレッタの味方だという趣旨の言葉が書かれており、よほどの浸水ぶりが見て取れたのです。そしてディミテルがそこまでトゥレッタに惹かれたのは、おそらく彼が自分とよく似ていたため。トゥレッタはディミテルと同じく周囲からはおとなしい学生、いい子と見られていた人物。そんな彼が自分に別れを告げた女性への恨みを爆発させ殺人を犯してしまった。トゥレッタはその背景から女性に相手にされない苦しみから強い恨みの思想を持つインセルのコミュニティでもてはやされていました。そして少年ディミテルも女性を恨んでいたインセルの一人。彼は SNS 上で本名を晒した上で堂々とこう発言していました。女を恨んでる。それは女が僕を選ばないからだ。なんかめちゃくちゃこじらせてるわね。ディミテルが恋愛に奥手だったのは、やっぱこうさ、相手に拒絶されるってことを非常に恐れていたんだと思います。このことはね、彼が表向きは真面目に見られていたことと関係があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、拒絶感受性について。拒絶感受性とは、相手に拒絶されることを強く恐れ、その気配に過敏になる傾向のこと。ディミテルは周囲から礼儀正しい少年と見られていましたが、それは何か意見を言って否定されることを恐れ、おとなしく振る舞っていただけとも考えられます。恋愛に奥手だったのも拒絶を恐れてのことだとすれば、42歳の女性を相手に選んだのは、同年代には相手にされないという不安からだったのかもしれません。2023年にはオーストラリアとイギリスの研究者が拒絶感受性について60の研究、約1万7000人分のデータをまとめました。その結果、拒絶感受性が高い人ほど恋愛関係での不安や嫉妬、葛藤が強く、攻撃性が高まりやすいと結論付けられています。ディミテルの女性蔑視は拒絶感受性の高さから来る攻撃性の表れに思えるのです。他にもディミテルは SNS 上で女性について次のように語っています。女は男のことを外見、社会的地位、金でしか見ていない。僕にはそれらがないから拒絶される。だから攻撃するんだ。そしてディミテルは女性から拒絶されることへの不安を筋トレによって解消しようとしたことについても SNS の投稿で話しています。一生ガリガリのままだと思うと死にたくなった。女の子も見向きもしてくれなかった。筋トレを始めたのはもともとは女性と正面から向き合うためだったのかもしれません。しかし鍛え抜かれた体を手にしたディミテルは自信を得るとともに、女性と向き合える心ではなく女性を見下す心を持つように。その支配欲の犠牲となってしまったのが42歳のマリアだったのです。筋トレしてコンプレックスを克服したわけでしょ、そういう経験があったならさ、女性のアプローチ方法も試行錯誤してみるとか方法はあったと思うのよ。それがなんでこんな間違った方向に行っちゃうわけよ。まず女性が見向きもしてくれないっていう原因はディミテル本人にもあるわけなんで、女性側に非はないわけなんですよ。彼の供述には矛盾があってね、何が本当か何が真実かっていうのはわからないんですけど、その言い分をもとにね、当日どのように殺人が行われたのか見ていきたいと思います。恨みを晴らした夜。2024年9月19日の夜遅く、マリアは少年ディミテルと待ち合わせをした後、彼のアパートの1階にあるガレージへ連れて行かれました。そのガレージはディミテルが筋トレ部屋として使っており、トレーニング器具やソファー、小型の冷蔵庫などが並んでいます。ディミテルの家族はアパートの上の階で眠っており、構造上1階のガレージで何が起きているのかは分かりません。そのガレージのソファーの上でディミテルとマリアは体を重ね始めたのですが、こんなことされるなんて聞いてないわ。サービスは終わり。上乗せで350ユーロ払ってもらうわ。深夜のガレージの中でマリアは怒りをあらわに少年ディミテルを怒鳴りつけていた。彼との性行為には合意していたが、ディミテルは想定外の過激なプレイに及ぼうとしたため、マリアが跳ねつけたのだ。それもまた女性蔑視の思想を持つ彼の支配欲ゆえのことだったのかもしれない。そしてマリアから約束していた以上の額を要求された瞬間、ディミテルの表情が変わった。マリアを抑え込み何度となく殴打するディミテル。女性への積年の恨みを晴らすべく鍛え抜かれたその拳はマリアの顎を砕き鼻を折り、息をつく間もなく全身を壊していった。ディミテルは彼女の頭をつかみガレージの壁に繰り返し叩きつける。壁や床、トレーニング器具が返り血に染まっていった。そして意識を朦朧とさせるマリアを背後から抱え込むと、ディミテルは彼女が動かなくなるまで
その首を太い腕できつく締め上げた。何、乱暴な行為をして相手がもうやめてって言ったから殺したってこと、女性を何だと思ってるわけ？ディミテルのね供述から推測するとそうなるんです。犯行後、ディミテルはマリアのスマホを使い、彼女を車で送迎していた姉ロクサーナにメッセージを送りました。彼ったら本当に素敵な人なの。明日の朝タクシーで送ってもらうから、お姉ちゃんはそのまま帰って。そこからディミテルはガレージ内の血を拭き取り、マリアの私物をゴミ箱に遺棄。遺体を抱えたままアパート裏手の柵を越え、隣の空き家の植え込みの下へ隠したのです。その後ディミテルは何事もなかったかのようにアパートの自室に戻って就寝。逮捕されるまでの1週間、学校にもジムにもいつも通り通い、変わらず SNS で肉体美を披露する投稿を続けていました。取り調べにおいてディミテルは当初、人を殺すとどういう気分になるか知りたかったと供述。しかしその後、合意していた200ユーロではなく350ユーロを要求された上、突き飛ばされ逆上したと供述を変えたのです。このことから検察は、ディミテルが過激な性行為を要求し、拒絶されたことで突発的な犯行に及んだ可能性も視野に入れました。ただディミテルは犯行前に素手で人を殺す方法などと検索していたことから、最終的には計画的犯行とされたのです。事件から1年後の2025年11月、計画殺人、死体遺棄、隠蔽で有罪となったディミテルに下された判決は禁錮15年8ヶ月。ディミテルの17歳という年齢を踏まえ、脳の理性を司る領域が未発達であることも議論されましたが、それ以上に犯行の必要さ、残虐性が重視されたのです。女性から相手にされないという感覚の中で女性蔑視を強めていった少年ディミテル。彼は女性から拒絶されることを恐れるあまり、相手を対等な存在として見るのではなく、支配しようとする方向へ傾いていったのかもしれません。拒絶が怖い人が本当に恐れているのは、相手を失うことではなく、自分に価値がないと突きつけられることではないでしょうか。その痛みを誰かへの恨みや復讐心に変えてしまった時、人は一線を越えてしまうことがあるのでしょう。あなたは否定された痛みを受け止めきれず、誰かのせいにしたくなったことはありませんか？